中のインスピレーションはどんなものがあるんですか？インスピレーションはやっぱり自然をテーマに作り始めたので、自然の中が一番インスピレーションはいただきますね。で、庭いじりとかすごく好きで、庭いじりしている時に木を剪定したりとか、こう植物を植え替えたりとか、そういうことをやっていて、こうどんどんこう自然の造形が変わっていく姿を見ながら、その鉄で作品を作る時にその現象を置き換えて、鉄でいうと例えばツルツルの鉄板を酸化させ始めた時からどうやって広がっていくのかっていうのが、こうどこかこう木が育つ、根が張る、そういう感覚に似たような感じで広がっていくのとかをこうシンクロさせたりして、そういうところからインスピレーション一番強くいただいてますね。サビアートのきっかけはもともと大学で彫刻を専攻していて、そこでいろんな素材を使って作品を作る。で、ある時なんとなくこう鉄と木を融合させた作品をどうしても作りたくなって、それで木と鉄と2つの素材の関係性っていうのをこう調べていって、それでたたら製鉄っていう日本の古来から伝わる製鉄技法に出会って、それでその製鉄技法だと、山の木々を伐採して山から砂鉄を取って、でその2つを火で熱して、でそれで鉄を作り出していて、そういう物質が変わっていく工程みたいなものをこう学んだ時に、今まで無機質な人工的な素材としか見ていなかった鉄がいきなりなんかこう有機的で大きな山をギュッとちっちゃく圧縮したような存在に感じることができて、でそこからなんていうのかな、鉄が自然に帰っていく循環を作るような、そういうテーマで作品を作り始めたのがきっかけでした。はい。鉄の本来の姿は酸化鉄で錆びている状態なので、もともと作品を作り始めたきっかけが鉄を酸化させることによって自然に返すっていうそのサイクルを作っていたので、やっぱりこう酸化する中で森へ帰りたがるような、素材が森へ帰っていくような、そういうイメージをこう描いていたので、やっぱりその自然の中に自分も溶け込めるような、そういう感覚で自然に寄り添ったりとかっていうのはすごくインスピレーションを受けるし、なるべくどんなに忙しくてもそういう時間を持ちたいなと思っていて、で庭の植物を育てることを家の中でもずっといろんな植物に触れ合うことだったり、実際に外に出てみてもう大自然だったりそばの自然でもどういうふうに植物が生きてるのかなっていうのを見ながら、そこからこう素材の変化する形だったりとか、こうなんていうんだろう、そういうイメージですね。イメージを膨らませて作ったりしてます。香りがかっこいい香りで、甘すぎないし、でもクールすぎないし、こうふわって深い香りだったのがすごく使ってて気持ちよかったですね。で、泡立ちもすごくいいし、髪の毛が長くなってくると何回もプッシュしちゃうんですけど、少なく使えるのですごくありがたいですね。で、
使い終わった後も髪の毛乾かしたサラサラでふわふわ、なんか髪の毛ぺたんこになりやすいんですけど、ボリュームがちょっとつくようになって嬉しいです。